またチャンネル始まりました。はい、今日はね、ここジムにやってきました。ジム。ね、誰がいるかは内緒です。と言ってもね、ここだけじゃないわけですよ。かなり立派なね、2階がこうリングがあるらしく、僕も初めてなんですけど、ね、なんかいろいろムエタイ、マックスムエタイ。スタジアムパタヤ、誰のねやつなんでしょう。 WBC、 これボクシングジム、 WBC のベルトがありますよ。これボクシングジムかな、ここはね。さあ誰のジムなんでしょう。ああ、ここ見たら分かっちゃうね。ここ見たら分かっちゃうね。さあここですよ。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、やってきました。今日はね、エイワスポーツジムにお邪魔しています。今度ね、ワン日本大会に出る吉成名高選手ね。ちょっと今日遊びに来ました。こんにちは。立派なジムですね、これ。すごい大きいね。すごい立派なジムで。こんにちは。元気ですか？ね、いよいよね、ちょっと今日ワンの日本大会に向けての今日練習の真っ最中だと思うんですけど、どんな練習やってるのかっていうのをね、ちょっと一日密着させてほしく、いいですか？今日練習見せてもらって。はい、よろしくお願いします。はい。なんか今度ワンの日本大会もう一人出る選手が。自分のいとこのシモンがいるんですけど、はい、吉成シモン選手、名高より強いって噂の。練習だとそりゃねえよって顔してるな。本当に強いです。本当に強くて。名高より強いの？いや、ちょっと大きいってのもありますけど、でもやっぱ練習だとやられます。本当？はい。名高が？はい。ほう。おいくつですか？20歳で名高に勝つ。すげえな。始まるな、今からきついことがっていうね。今から何時間練習するの？今4時だ。3時間ぐらいは。暗いもんね、みんな。暗いよね。きついことが。今から始まるのやだな、そういう感じでしょ？そういう感じです。わかるよ。俺もいつもそうだったわ。一番嬉しいのは練習終わったその後のね。そうです、時間というか。だけだよね。はい、でまた明日朝になったら、走んなきゃいけないとか、はい、そういう感じでしょ？そういう感じです。今日の練習後が一番。練習後はね、はい、ご飯食べるのが楽しみでしょ？はい、そういう感じなのよ。正人さんいるから緊張しちゃうんだよ。これ試合のサイズのリングですもんね。はい。そうですよね。6.5、6.5。これだけ大きなリング入ってるジムもないからね、日本でね。これムエタイ式だね。ラウンド間に腕立て伏せをやるっていうのは、今大体3週間前って言ったら結構疲れのピークだからね、疲労が溜まってる時だからね。選手はこう精神と肉体がつながってるから、こう3週間前疲労が溜まってると、やだなっていうこうマイナス思考に陥る時なんだよね。でも今日はちょっとみんなカメラとか俺とか来てるから、ちょっといつもよりはなんかこう気持ち的にちょっと違う。名高のシャドウ違うでしょ。全力のシャドウをやってるんですよ。井上尚弥選手と一緒よ。シャドウが一番大事って言ってたもんね。俺もいつも全力でやってたもんね。名高もこれ全力だもんね、シャドウからね。でも一番最初にマサトチャンネルに来た時のシャドウと違うよ。あの時もっとね、こんなこう豪快な感じじゃなかったの。もっとちっちゃく動いてた感じする。なんかシャドウ変わったね。結構小さく打つよりも大きくパワー、そういう感じ。打つような感じ。前と違う。前よりでもきついです、シャドウ。
分かるんだよすぐ俺はまあその分、昔に比べると柔らかさがなくなったけど力強さはあるけど、倒すということをイメージしてるのかね。ムエタイってあんま毛を狙わないの、安定で勝ってあんまりこう相手を怪我させないっていうのがムエタイだけど、まあやっぱこうお客さんが何を求めてるかっていうことを考えての変化なんじゃないの。こんにちは会長、これ練習してる頃井原ジムで昔会ってたってことですね。はい。っていうか会ってたっていうかもう大ヒーローだったんで声なんかかけられなかったですけど。多分俺がめちゃくちゃピリピリしてる時代を知ってるっていう。子たちにも言ってるんですけど、練習終わった後自分の汗が全部モップで拭いてったっていうイメージがすげえあって、名高とかにも強くてこうやってるって場所借りてたんでこれスパーリングは大橋ジム行ったりするんですか？何回戦ぐらいですか？名高何回戦？桑原選手、これ世界タイトルやった。世界タイトルやるくらいの選手とスパーやってるのどうだった？めちゃめちゃ強い。ほらやられたって言わない体大きくなったねちょっと。あ、本当です。前よりちょっとはい。ね。3年前と比べる。そうだよね、3年前はもっと階級ね。そうです。下だった。そうだよね、だいぶごつくなった。サンドバッグもさ、もう力全然抜かないもんね。全部全力だもんね。佐藤さんから見て、全体のジムと仕事、練習環境としていや練習環境めちゃくちゃいいでしょやっぱり。名高もシモン選手っていうね、あの選手がいるから、まあマスとかもいろいろやれるだろうし、ボクシングはボクシングでね、大橋ジム行ってスパーリングしたり、タイ人のトレーナー4人もいるし、なかなかそういうジムない。シモン選手はタイ人みたいだね本当に。20連打蹴って息上がんないもんね。いとこっつうのがすごいね。肘打ちのパワーがすごいから。前ミット持った時、名高の肘硬かったの、すっげえ硬かった。あんなの生でもらったらたまらないよなって。ほんと背中がだいぶ分厚くなったよね息上がんないんだよね。テパオチェ、10、ちょっと待って、もう夜だけどなんか昔と違って一発一発思いっきり打つようになりましたね。なんかこうちょっとスタイルが変わったなっていう。でも息が上がらないから疲労たまんないのかな。一回わかりました。一番息上げたい。はい。もっと上げたいんだ。息上がんねえんだ。やっぱこう強くなる選手っていうのは、真面目というか自分で自分をこう追い込めるんですね。言われなくても勝手に
勝手に追い込むもんな。追い込むね。ねえ。3週間切ったところなんで今でも結構疲れ溜まってる時なんじゃない？結構きついです。もうそうだよね。なんかスタミナはまだ大丈夫なんですけど、体がそうだよね。だるいときつくて、体中痛いんじゃない？筋肉痛はどっかしらなんかちょっと痛い。そうだよね。朝起きたらだるいみたいな。にしても動けるね。全然息上がんないもんね。もうおかげさまでスタミナは結構自信あります。これがね、吉成の強さの秘訣かなっていうね。もしよかったら3年前とは受けたミットとい。じゃあちょっと久しぶりに名高のミットをじゃあぜひぜひはい。なんかマサさんまたでかくなった感じするんですけど。3年ぶりに吉成のミットをね、名高のミットをちょっと持ってみようかなと。マサさんも体でかまたでかくなった感じ。一緒一緒。めっちゃ一緒。マジででかくなった。何キロで試合するんだっけ？次は52で、3年前は50キロぐらい、2キロぐらい。セプティー。相変わらず切れてるね。吉成ね、膝が重いんだよ。膝が硬いよね。膝、肘。これはね、野蛮ですよ。野蛮。一番最初会った時に吉成って猫みたいな動きするなっていうことを俺はすごい思ったんだけど、今はなんかね、猫じゃなくなった。ブルドッグみたいな。刀剣みたいな、そんな感じ。なんかパワーでねじ伏せてやるみたいな。なんかそういうところ意識してる。そうですね。まあでも使い分けられるようにしてますね。柔らかく動くときはこう脱力しながら動いて、で何かこうその中で効かすことができたらもう一気に詰めて倒そうみたいな。全然ないもんね。いつでも一桁だもんね。体脂肪。シモン選手の石の拳を受けてる。石の拳を。はい。ちょっといい。はい。このグローブ大丈夫です。タイミングが独特というか。はい。61。はい。武井さんと本当だ。タイミング独特だね。ちょっと持つの難しいわ。右の蹴り重いんだね。ちょっとこう変わった腰を入れてピームっていうなんか相手を遠ざけるような。遠い距離でね。はい。これでムエタイルールやられたら嫌よ。これだけ身長高くてね、ガツガツきて怒ってる。もう2人が当日出るっていう。いやちょっと楽しみだね。ね。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやーね、なんかこう力強くなったね。本当ですか。今日はなんかこうもうシャドウから全力じゃなかった？そうですね。なんか去年の夏ぐらいに中川会長と、あとボクシングを見てもらってる赤穂さんからパンチをここで打ちすぎてるっていうふうに言われて、シャドウの時特にって言われて、結構こう一発一発を大きく打った方が、例えばサンドバッグとか打つ時とかも手の持久力じゃないですけどとかもやっぱパワーとかもついたし、それをなんか意識して変えたのが去年の夏ぐらいなんですけど、そこからそのシャドウがだいぶ馴染んできたかな。にしてもこう同じジムのねシモン選手、はい、もう参戦ということで、はい、いとこなんでしょ？いとこです。さっき見て思ったけど硬いねパンチ。そうですね。なんか名高より強いという噂があるけど。いや、まあ、強いですね。いや本当になんかいやもう言いたくないんですけど、やっぱ4個違うので年が、なんで小学生の時とかやっぱ4個差ってすごい大きいじゃないですか。今はもう逆で、僕がもう練習でもう打たれてああみたいな感じになっちゃうんでまあそれは多分ないと思うんですが。いやじゃあもう小学生からやってるわけ？そうですね。もうずっと小学生から一緒に。もうムエタイ選手だね。
もうそうですね、小さい頃からずっと一緒にやってきたんで。なるほど。でもいよいよ今回ワン初参戦、はい、びっくりしたんですけど。そうですね、自分もやっぱ日本大会でメインがロッタン選手、武尊選手というこの大舞台で、ワンのデビュー戦ができるっていうのはすごくありがたいし嬉しいなって、はい、もう今何連勝でしたっけ？今が35連勝です。35連勝だからね、まあ敵がいないといえばいないもんね。今回またワンということでまた新しい選手層も出てくるので、またこう違ったチャレンジになるんじゃないかなっていう、はい、ね、今回のねラック戦、はい、ワンムエタイルールでね、はい、オープンフィンガーグローブそうですの試合ね、まあ去年SB でね、はい、一回それやってるんですけど、そうです、はい、どうですか？ SB さんでやらせていただいたのはすごくなんかいい経験になって、実際向かい合って初めてやっぱオープンフィンガーでスパーリングってやるわけにいかないから、そこで初めてこう強く殴ったりとか、こう強く打たれるっていう経験をしたので、それがやっぱすごく生きてて、ガードをしたつもりでもそこからこう間から抜けてきたりとかっていう感覚が結構あって、それは結構その自分の中でこのガードだと入ってきちゃうなとか頭で考えながらやってるんですけど、それがだいぶ今になってきてハマってきたかなっていう感じがします。グローブであればブロッキングでいいんだけど、そうですね、オープンフィンガーだとブロッキングでは抜けてきちゃうよね、抜けてきちゃうし、あとやっぱこうグーで受けちゃうと、ここがもうむき出しなんで、こうもう結構ブロッキングしてもダメージがある。はい、なので結構タイ人とかはパーで受けてるんですけど、そういったこともやっぱ変わってくるし、パーだと痛いよね多分ね。そうですね、でもなんかグーよりかはマシな感じがしますね。なるほど。オープンフィンガーの場合だと打ってる感じは前回その SB でダウンを右のフックで取ったんですけど、思いっきり打ったフックではなかったので、それでもやっぱ結構効いてたんで、なるほど、こうしっかり当たれば結構簡単に倒せるんだなっていう感じがしました。今度のね対戦相手のラック選手の印象ってどうですか？ラック選手ももともとはずっとそのルンピに取ったりとかしてて、普通のグローブのムエタイをやってた選手なんですけど、で今トータルで、8戦5勝3敗の成績なんですけど、ワンで、まあ、初戦からこう経験のあるすごくいい選手をこう当ててもらえて、ワンからしたら僕のこうどれだけやれるのかっていうのをなるほど、試してるような感じがするので、名高どんなもんだと。そうですね。まあでもね、こうラック選手みたいな印象、名高に勝つんだったらああいうこう前にガンガン出ていくファイタータイプじゃないと無理だろうなというね感じは結構荒い選手じゃない？はい、結構巻き込まれたら、こう結構厄介な選手だと思うので、そこはもう本当に乗らずに、ただまあ得意といえば得意かなっていう気もするけどね。そうですね。ああいうこう前に出てくる選手、来てくれるんで、その分やっぱカウンターだったりとか、攻撃合わせやすいのかなっていう印象はあります。ね、はい、不安はある？なし？不安はでも今回本当にこう12月のその年末の試合が終わってから、こう3ヶ月ぐらい試合の間隔が空いたんですけど、結構僕の中の試合の間隔でいうとすごく長い間隔で、それがすごい良くて、こうもうひたすらこうその試合の次の試合のことだけ考えて、こうずっとオープンフィンガーで練習してイメージもだいぶ固まってきてるので、今はもう不安はなくて、ただもう本当に油断はしないように本当に集中して挑めば大丈夫だと思ってます。今回ねかなり注目されるね大舞台ですからね。ね、まあメインイベントタケル・ロッタンとかね、まあこうワンの強い選手結構来るじゃないですか。そうですね。はい。タワンチャイ、タワンチャイどう思う？いや僕個人的にすごい好きだよね。好きだよね。似てるもんねタイプね。サウスポーでやっぱ真似をしてたので、日本でこうノイリー選手との試合が決まって、自分の試合が終わったら多分すぐ見に行くと思います。タワンチャイもこうやっぱ70キロの中ではちょっと別格かなっていう、なんかパワー系というより、本当にこうテクニシャンでキレのある、本当名高に似てるなっていう。スピードもあるし、めちゃくちゃやりにくい選手だよね。まあなんとね、まさかの名高がワン参戦ということで、まあここから継続的にワンに参戦していくのかどうなるのか、これからどういうふうにやっていこう名高は思ってるのかな。今回の試合にまずはもうしっかり勝って、こう自分の今までやってきたムエタイの強さを証明したい、見せたい、結構ラジャの選手が負けちゃうっていうのが多くて、ワンに出てっていうのが多いので、そこで僕はまずしっかり勝って実力を見せたいっていうのが一つと、その後はやっぱこうベルトを、ワンのベルト、そうですね、すごくかっこいいし、やっぱまだ巻いてないっていうのもあるんで、誰もそこを取りたいなっていう。でもし新設されるのであれば、初代チャンピオンになると思うので、そのワンの初代チャンピオンってすごくかっこいいなと思うので、はい。なるほど。
次の試合に向けてのね、はいちょっと意気込みをはいちょっとカメラに向かってお願いしまはいす。今回、ワンの日本大会に自分とシモンが A 輪から出場するんですけど、まずシモンが3試合目しっかり見せて、その後自分7試合目、しっかり強さを見せて、ラック選手強い選手ですけど、自分の、今まですごく今までの中で一番練習している自信があるので、こう僕の圧倒的な試合を見てこう感動してもらえるような試合にしたいと思いますので、皆さんぜひ注目よろしくお願いします。はい、ということでね、3月23日ね、吉成名高選手ね、いよいよムエ大会のね最後の大物参戦ですからね、最後じゃないな、ムエ大会の大物ね参戦ということでね、この非常にねこうタケル以外にもねカイトも出るしノエリも出るし、こうね非常に楽しみな大会になってくるんでね、非常にね楽しみにしてるんで、はい万全な体調で、はい、はい、臨んでください。はい、頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。